こんにちは。アメリカ在住翻訳者ランサムハナです。英語の先生と日本語の先生もしています。今日は英語力が一定のレベルになってスタートラインに立ったら何をすればいいのというご質問にお答えしたいと思います。2020年の12月におかげさまでチャンネル登録者数が1000名を超えることができて、その感謝の企画としてですね、皆様にご質問があったら受け付けますというふうに呼びかけたところ、いろいろなご質問を寄せられたんですけれども、その中の一つにですね、自分はいろいろ英語の勉強してきて、でそろそろスタートラインに立てるぐらいの英語力になったと思うんですけれども、スタートラインに立ったら今度はどうすればいいんですかっていうご質問をいただきました。でそれと一緒に専門分野は早くから絞った方がいいでしょうかっていうご質問もいただいたので、今日はその2つのご質問にお答えしたいと思います。でまず、英語力がだいたいそうですね、英検準1級とか、そうですね、TOEIC でいうと900点ぐらいになったら、そろそろ翻訳の勉強っていうのを本格的に始めてもいいのではないかなというふうに思っています。私が描いているイメージっていうのは、大体翻訳業界ピラミッドみたいな形になってて、一番下のところに英語学習者っていうのがいて、でさらにその一段上のところに翻訳学習者っていうのがいると思っています。でそれからさらにまた人数が減るんですけれども、翻訳者としてデビューをした人っていうのがいて、一番上に翻訳者としてデビューして食べていけている人っていうような、ピラミッド型みたいになってるような気がしてて、で、下の方に行けば行くほど数が多い。でだんだん上に上がっていくにつれて数が少なくなっていくっていうようなイメージを私は描いています。なので、英語のレベルが一定のレベルに来たなと思っても、そこでようやくスタートラインなので、そこで油断しないで、次の一歩っていうのを探していただけたらと思うんですけれども、でその次の一歩っていうのは何かっていうと、いよいよ翻訳業界に一歩を踏み入れるっていうことだと思います。で翻訳業界に一歩を踏み入れるので、全然コネもないしつてもないし、どうしていいか分かんないっていう時に一番オーソドックスな方法っていうのが翻訳学校で勉強するっていうことなのではないかと思います。翻訳学校だと、お金を払えば一応翻訳業界の人たちとつながることができて、そして正式な勉強をさせてもらうことができるので、ある意味非常に公正な形で業界に入る、非常にスタンダードな方法だと思います。なので、他に何もきっかけがなくてどうしていいか分かんないっていう方は、まずは翻訳の講座を何か取ってみるっていうところから始められるといいのではないかなと思います。でただ世の中にはすごく多くの翻訳のコースがあってですね、何を取ったらいいか分かんないっていう方もいらっしゃると思います。それと一緒に専門は早くから決めた方がいいのかっていうご質問にも変わっていくんですけれども、まず例えば医学の勉強をされてる方とか、薬学の勉強をされてる方とか、もうご自身の専門っていうのが産業翻訳の分野のニーズっていうのと一致してて、迷わなくてもいいっていう方々も結構いらっしゃると思うんです。そういう方は、そのまま自分が今まで勉強してきた分野で翻訳の道を目指されたらいいんじゃないかと思うんですけれども、大部分の方っていうのは、私のような文系の人であったりとか、産業翻訳の分野のでいろいろある案件っていうのと、で自分のバックグラウンドっていうのがいまいちぴったり合わないっていう方がすごく多いんじゃないかなと思います。でそういう場合はですね、まずは自分が面白そうだと思った分野っていうのを翻訳のコースで勉強してみるのが一番いいんじゃないかなと思います。医学に興味があるからちょっと医学の翻訳講座取ってみようかなとか、IT に興味があるから IT の翻訳講座取ってみようかなとか、そういう好奇心とか自分が面白いと思ったのをまず取ってみたらいいんじゃないかなと思います。ただ注意したいことっていうのは、自分ができるって思ってることと自分がやりたいって思ってるっていうことが一致しないっていうこともあるんです。私なんかの例を話すと、私はずっと実家が医者だったし、医者の世界っていうのを見慣れてきてるから、なんとなく自分は医学に縁があるんじゃないかなってどこかで思ってた部分があったんですけれども、医学翻訳の勉強をやってみようかなと思ったこともあるんですけれども、26年のキャリアに至って今に至るまで結局医療機器とかで医学の勉強はある程度はするようにはなったんですけれども、専門をもう医学ですって言えるようにはなってないんですね。
だから自分ができるっていうことと自分がやりたいっていうことが一致しないっていうこともよくあるので、まず自分が面白そうだなと思う分野をちょっと勉強してみて、でうまくできなくてもそれでがっかりしないで、それでうまくいってこれで行こうってすぐに決まる人はそれでもいいんですけれども、決まらない場合もね、私が最初にやってみた分野っていうのが特許で全然自分には合わなかったって思ったのと同じように、ちょっと一つやってみてうまくいかないなと思ってもそこでちょっと諦めないで、他にひょっとしたら自分では気がついてないかもしれないけど、自分が興味を持っている分野よりもうまくできるっていう分野があるかもしれないので、2つ3ついろいろとクラスを取って試してみるっていうのも一つの方法じゃないかなというふうに思います。あとそれから翻訳検定の過去問とかっていうのを見ると、いろいろね5つぐらい分野が分かれてると思うので、そういういろいろな課題文をちょっと自分でやってみて、正解とちょっと比べてみてね、そうすれば自分がやりたいと思ってた分野と自分ができると思ってた分野が一致しない場合っていうのは、そういういろんなのをちょっと広くやってみると分かると思うので、そういうのを見極めながら、だから最初は自分がやりたいと思ったのをやってみるのでいいんですけれども、うまくいかなかった場合は他の分野にもちょっと2つ3つちょっと勉強してみて、自分ができるなって思ってて、そして市場にもたくさんそういうお仕事があるなっていう分野から始められていく方がキャリアを築く上ではいいと思います。そういう方が、いい翻訳をした方がたくさん仕事が来るようになる確率が高いので、まずはそういう仕事が取れる方向で伸ばしていって、でそれから少しずつ自分がやりたいと思ってた分野に切り替えていくっていうのでいいんじゃないかなと思います。それから翻訳のコースとか、そういう通信講座とか、通学とか勉強されてる方で注意したいのは、もう最初のデビューするのが怖くて、延々とずっとクラスを取り続けてしまう方っていうのは時々いらっしゃるんですけれども、そういうふうにしてるといつまでも一歩踏み出せないでデビューできないので、まずは一定期間を決めて、その間に例えば2年なら2年、その間はずっと勉強に集中して、2年終わったらデビューするために仕事探すぞって決めるとかね、ある程度期限を区切ってやらないと延々と受講生のままで何年も経ってしまうっていう方もいらっしゃるので、そこはちょっと気をつけてやってみたらいいんじゃないかなと思います。他にもいろんな形で翻訳業界に入る方法っていうのはあるんですけれども、一番オーソドックスな形っていうことでお話ししてみました。もしね実際に翻訳の勉強やってみて、やっぱり自分の英語力が足りないなと思ったら、そしたらまた英語学習に戻ればいい。難しくてわからないな、大変だなと思うことがあっても、そしたら英語力が足りなかったらまた英語を高めればいいので、そういう感じで割と臨機応変に、もう翻訳の勉強を始めたから英語の勉強をしなくていいなんてことは全然ないので、英語の勉強も一緒に続けながら、少しずつ自分ができるっていうことと市場のニーズがマッチするっていう方向に向けて少しずつ歩みを進めていかれたらいいのではないかなと思います。今回はスタートラインに立ったら何をすればいいのというご質問にお答えしました。そして専門分野を早くから絞るべきかどうかというご質問にもお答えしました。翻訳を勉強していらっしゃる方の少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録、メルマガ登録もよろしくお願いします。Thank you for watching. I'll see you in the next video.